ご理解第62節。昔から人もよかれ我もよかれ人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと。一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。信心による助かりとは、心安らぎ、心豊かになること。我が身の上のおかげを受けてということは、このようなおかげを言うのである。悲しみの中にも喜びの中にもこの喜びが湧いてくる。水は低きに火は上に。これは天地の道理である。道理に従うからその折々のリズムが生まれてくる。神の信用、神に用いられるのもついてくる。神様に使ってもらわねば人は助からん。お役に立ちたいの一念が神様への情念と変わる。神の信用、神に用いられるとあります。神様に用いていただく私どもになるためには、神様から信用を受けるということですね。今朝は神様との信頼関係といただきました。私どもと神様との間に信頼関係ができる。大概信心を始めると言いますと、その神様に願い事をする、神様を信じるとか信じないとかいうことが問題になりますね。よくあなたは神様を信じますかというような質問がありますけれども、その反対に、あなたは神様から信じられていますかと質問をする人は少ないですね。また自分自身に、私は神様から信じられているだろうかと問う人も少ないのではないでしょうかね。大抵は私が神様を信じるか信じないかというところで止まっているような感じがいたしますね。何か人が仕事をする上においても、その相手の方との信頼関係が大切ですね。また人間関係においても、人間関係においてその信頼、お互いに信じ合うというその信頼関係ができませんと、相手を疑ってばかりいたのでは、いわゆる良い人間関係は生まれませんね。生まれるどころか、疑ってばかりいたのでは人間関係も壊れてしまいます。神様と私どもとの間柄も、やはりその良い関係が築かれるためには、まずは信頼関係ができなければならない。神様と私どもとの間に信じられる、その信頼関係が生まれなければなりませんね。一体私は神様から信頼のおけれる私であろうか、信じられる私であろうかと自分自身をやはり反省してみなければならないと思いますね。その信じられる信頼関係ができて初めて、もちろん神様から用いられることにもなりましょう。そしてまたそこに神様がいわば本当の意味においての助かりというのでしょうか、幸福というのでしょうか、それも授けてくださることになるのでしょう。
神様を疑う、また神様から疑われる、神様から疑われるような私どもであったのでは、神様も本当のいわば本音で付き合ってくださることはないでしょうからね。神様と本音でのお付き合いをするためにも、それはやはり信頼関係が築かれねばなりませんね。私どもが神様にお願い事をする、そして神様がそれに応えてくださる。いわば願い事が叶う。それによって神様への信じる心がいよいよ強くなるということはありましょう。では神様が私どもを信じる心が強くなる、神様から信じられることが強くなるためにはどうしたらよいのだろうか。一体どうしたら神様から信じられるようになるだろうかと思いますね。それは神様に私どもが期待をする、願いを叶えてほしいという期待をすると同じように、また神様が私どもに願いを聞いてほしいと言われるその神様の頼みを聞くことではないでしょうかね。神様が私どもに願われること、それは取りも直さず成り行きだということですね。私どもの身の上に起こってくること、起こってきていること、それは神様が私どもに頼まれているのですね。このことを受けてくれよと、こういう心になってくれよと、いわば神様のお頼みが成り行きとして現れてきているわけですね。そればかりではありませんけれども、そういうことでもありますね。したがって成り行きを尊び大切にする、成り行きを受けるということは神様のお頼みを受けるということになりますね。まずは神様から頼まれることを受けない限りは、神様が私どもを信じてくださるということもないでしょうね。その神様のお頼みである成り行きを尊び大切に受け抜かせていただく。そこに神様が私どもを信じてくださることがいよいよ強くなってくるのではないでしょうかね。神様との信頼関係をいよいよ強く築きたいならば、その身の上に起こってくる成り行きを尊び大切に受けさせていただく。そこからしか信頼関係は生まれないということになりますね。どうでも神様と私どもとの間に信じられる、その信じ合う信頼関係を築かせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。